皆さん、こんにちは。オンラインケミストリー by 東巻です。最初にこの動画を視聴する前にですね、もし再生リスト一つ前の動画、こちらですね、これをまだ視聴していない方がいらしたら、一つ前の動画を見ていただければと思います。では、始めたいと思います。はい、こちらに映っております。今年ですね、2021年東京大学入試問題科学の第3問の1になります。はい。こちらに出題ミスがあったのではないかということで、YouTube に動画をアップしております。前回は文部科学省を通して東大に質問のメールを送りました。そして返事が返ってきたので、それを動画にしました。そしてその返事を見てですね、再度別の切り口で文部科学省を通して東大にメールを出しまして、また返事が返ってきましたので、報告したいと思います。さて、問題点なんですけれども、はい、こちらになりますね。この問題の中で、東京大学は、クロム3機が沈殿し始める点、すなわちそれが投了点ということで、問題を作っております。はい。しかし、この部分がもう決定的におかしいのではないかということで前回説明いたしました。少し振り返ってみましょう。はい。こちらをご覧ください。投了点というのは、どういうことかと言いますと、飼料溶液中に存在していた塩化物イオンの物質量と、加えた硝酸銀の物質量がちょうど等しくなった点が投了点ということです。これは分析科学の教科書にも書いてありますし、東京大学の返答でもこれを否定はしておりません。で、投了点の時には、すべて等しいわけですので、わずかに溶けている銀イオン、そして塩化物イオン、このモル濃度が等しくなります。これが投了点、正しい投了点ですね。そして、それからさらに硝酸銀水溶液を加えると、このようなことになりまして、クロム酸銀が沈殿し始めるということになります。前回の動画で説明しましたように、もしクロム酸銀が沈殿し始める点が 16.0ml であったら、投了点は 10.7ml となりまして、大きな違いがあります。ですから、クロム酸銀が沈殿し始める点と投了点、これを同等と見なしたように書いた、この書き方ですね。この時点でこの問題は明らかな出題ミスということになります。そこを2回目の質問でメールしました。では、こちらのメールをご覧ください。前回、このように、投了点というのはこうですよと、こんなメールをしました。で、その通りですが、ということで、投了点というのが、飼料中に存在していた塩化物イオンと加えた硝酸銀の物質量が等しくなった点というのは東京大学も認めております。しかし東京大学は、この投了点と、クロム酸銀が沈殿し始める点、これはほぼ同じというような形で理解していたということですね。しかしこれは大きな間違いです。この返答をしていた方は、大きな誤解をしていたということになります。はい、こちらをご覧ください。投了点が 10.7ml であれば、クロム酸銀が沈殿し始める点は 16.0ml となります。またですね、はい。もし投了点が 16.0ml であれば、こちらの計算ちょっと難しくなりますけれども、クロム酸銀が沈殿し始める点というのは、この 22.8ml ということになり、大きく異なるんですね。はい。そこで私は2回目のメール、こちら文部科学省を通してこのようなメールを出しました。例えばですね、クロム酸銀が沈殿し始める点が 16.0ml であったとすると、投了点ですね、塩化物イオンと銀イオン、等しくなる点、これ 10.7ml になります。はい。5.3ml も違うということですね。ということはですね、この問題の大前提である投了点とクロム酸銀が沈殿し始める点がほとんど等しいという前提は崩れています。もはや、もうこの問題はもう終了しているということですね。はい。問題を解くことはできません。はい。ということをメールしました。
それに対して東京大学の返答はどうだったかということを見てみましょう。はい、こちらをご覧ください。東京大学の回答ですけれども、再度学内の複数の専門家とともに検証いたしましたと。問題は成立しており、十分に回答できることが確認されましたということですね。はい。もうこんな簡単な回答になりますが、注意すべき点は、学内の複数の専門家とともに検証したということですね。ですから、東京大学の方は、この問題を少し深刻に捉え始めているのではないかと思います。まあ、たかが入試問題ですから、受験生でも、高校生でも解ける問題ですね。それをですね、自分たちだけではなくて、まあ、おそらく分析科学の専門家の先生かと思いますが、その先生たちと共に検証したということですから、まあ、重大な問題と捉えたのか、まあ、軽い問題と捉えたのか分かりませんけれども、少し動き出していることが分かります。で、問題は成立していて、回答できることが確認されたということですね。はい。さて、回答できればいいのでしょうかという、そういう話になってきますね。さて、もう一度こちらをご覧ください。クロム酸銀の沈殿し始める点が 16.0ml だったとすれば、投量点は 10.7ml になります。そして、もう一つの捉え方がありまして、こちらをちょっと見てもらえますかね。はい。逆に投量点が 16.0ml であれば、クロム酸銀が沈殿し始める点というのは、硝酸銀をさらに加えて 22.8ml になります。二通りの捉え方があるということですね。ちょっとこれを見てください。今日は、令和3年3月21日ですね。で、例えば今日の日付を書くときに、令和3年、2014年3月21日と書いたらどうでしょうか。困ってしまいますよね。令和3年と2014年は明確に異なります。ですから、一体2014年なのか、はい、令和3年なのかということになりまして、この時点でもう終了ですね。この文章は間違っているということになります。で、この問題ですが、もう一度見てほしいんですが、ちょっともう一度問題文をご覧いただきますか。こちらになります。はい。クロム酸銀が沈殿し始める点、投量点と書いてありますね。括弧と書いたことは、これは同等ということになるはずですよね。はい。ところがどうでしょうか。違います。明らかに違うんです。はい。もしクロム酸銀が沈殿し始める点が 16.0ml であれば、投量点は 10.7ml となります。はい。で、もし投量点を 16.0ml として計算すると、クロム酸銀が沈殿し始める点は、その 6.8ml も余分に加えた 22.8ml になるんですね。ですから問題文として 16.0ml、10.7ml、あるいは 22.8ml、16.0ml と書いていると同じことなんですね。さて、これで問題が成立するのでしょうか。どうですか？困ってしまいますよね。この時点でもうこの問題は破綻していると。もうこの問題すべてがもう成り立たないということになりますね。ところが東京大学さんは問題が解けると、十分に回答できると。まあミスではないとは言っていませんけどね、十分に回答できるというふうに返答しています。じゃあ十分に回答できるのでしょうか。さて、それで私は3度目のメールをやはり文部科学省を経由という形で東京大学に出しました。今日出したところです。返事が戻ってくるのかわかりませんけれども、こんなことですね。まあ、括弧をつけてね、併記していること、これはまあ、同じっていうことを言ってるわけですから、もうその時点でこの問題はダメですよってことを言っています。はい。まあ、そのあたり、まあ、ゆっくり見ていただければと思いますね。で、問題が解けるということなんですが、はい。問題を解くことができるとしても、実はね、答えが、2つ正解が生じてしまうということなんです。はい。
で、一つの解き方としては、等量点というのは等量ですからね。何が等量かって言ったら、それは銀イオンと塩化物イオンって決まってますよね。はい。ということで、等量点を 16.0ml と解釈して解くということですね。それはどういうことかと言いますと、こちらを見てください。こちらに等量点までに適化した硝酸銀水溶液は 16.0ml と書いてありますので、等量点、真の等量点がね、16.0ml としてそう計算していくということですね。で、ここに併記してありますけれども、その中の、このクロム酸銀が沈殿し始める点、こんなのは嘘だよということでね、もう等量点というのは、要するに正しい意味での等量点だとして、このようにしてですね、問題を解いていくという、そういう方法があります。そうすると、確かに解くことはできますよ。はい。そこでですね、ちょっと等量点という言葉が何回も出てきてですね、本当の等量点なのかね、偽物の等量点なのか、ちょっとわかんなくなってきますので、等量点という言葉については、クロム酸銀が沈殿し始める点、偽物の等量点ですね。これを東大が主張する等量点、東大等量点。そして、この飼料容器中のに存在していた塩化物イオンと硝酸銀の物質量が等しくなる点。これ正しい等量点。これ真の等量点。こんな風に説明します。ということで、真の等量点をこのようにして 16ml というふうに解釈して問題を解いていくとどうなりますかというと、ちょっと問題の方をね、もう一度見ていただきますかね。そうしますと、この運のところですね。これ等量点ですから、16ml ね。で、等量点というのは塩化物イオンと銀イオンの物質量が同じですね。ですから、塩化物イオン、銀イオンの物質量、モル濃度ですね。モル濃度が同じということで、ルート、KSP1 ということで、解くということですね。KSP1 というのはわかりますかね。こちらのところで、塩化銀の溶解度積がこちら。このルートだけで解けるということですね。はい。これが、うの解き方ということになりますね。で、絵の解き方になりますけれども、これはですね、普通に、その塩化物イオンのモル濃度かける体積、1000分の20リットルですか。それとあと、硝酸銀水溶液のモル濃度かける体積ね、1000分の16ですか。それがイコールね、ということで、計算すればいいということになりますね。はい。はい。答えですね。うの正解は、絵の正解ですね。このようになりますね。あと、おの正解ですね。こちら、おなんですけれども、これはね、同じになってしまうんですね。はい。等量点。真の等量点。ね。ですから、銀イオンの物質、モル濃度と、ね、あと塩化物イオンのモル濃度が等しいわけですから、真の等量点。塩化物イオンのモル濃度は銀イオンのモル濃度と同じ。ですから、うの答えも、おの答えも同じということになりますね。はい。同じ。はい。これが、一つの解き方ということになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、うの正解はこちら。で、おの正解も全く同じ答え。このようになります。では、次の考え方ですね。この問題文を読んでですね、クロム酸銀が沈殿し始める点、過去等量点ということですから、等量点という言葉はですね、高校の教科書で見たことありません。私の記憶している限りではね。ですから受験生がそれを見てですね、クロム酸銀が沈殿し始める点が等量点なのか、ということで、解釈していった場合ですね。で、以後等量点という言葉がありますけど、これは東大等量点、偽物の等量点ということになってしまうわけですね。ですから、こちらの、ところですけれども、問題文をこう見ますとですね、こちらのところですか。はい。で、ここからですね、この瞬間に、これイコールじゃないんですけどね、イコールとしてしまった場合、ここから後で出てくる等量点という言葉ですね。これはもう全部、東大の等量点ね。東大等量点となるわけです。わかりますかね。で、ですから問題の次のね、ページの問題もですね、ここの等量点というのが、
偽物で、東大棟梁店ね。すいません。東大棟梁店ね。はい。全部東大棟梁店に置き換わってしまうわけですよ。この棟梁店という言葉がね。全部偽物棟梁店ということにして問題を解いてしまう。そういう可能性もありますね。おそらくそうやって解いた受験生がほとんどだったのではないかと思いますけどね。はい。では、そうやって解いた場合に、どうなるのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい。では、こちらをご覧ください。さて、その場合ですね、全部棟梁点という言葉が偽物棟梁点、東大棟梁点と解釈されてしまった場合には、の正解ですね。クロム参議院が沈殿し始める点、このように計算になります。こちらの方は、大手予備校のサイトを見てもらえば回答例があります。その回答と同じです。の場合もこのようになります。これちょっと間違えたっていうか問題自体が間違えているんですけど、この答えに達しなかった受験生も多かったと思われますけれども、大手予備校のサイトを見てください。あと、設問につきましても、こんな風になるということですね。大手予備校のサイト、回答を見てわからなかった方は、この再生リストですね、この動画の再生リストのところで、ちょっと2時間という長い動画ですけれども、東京大学2021年の科学の解説がありますので、その解説のところでですね、出題ミスをそのまま解くというやり方で解いているのがありますので、そちらをご覧いただければと思います。よろしいでしょうかね。すなわち、答えがね、2通り考えられるということですね。よろしいでしょうかね。ですから、投了点というのは本来のね、正しい投了点という意味を知っている受験生もいるし、漢字の意味からしてね、投了点というのは等しい点ですからね。ですから、ここの部分を消してしまって、以後投了点というのは正しい投了点として問題を解いていった場合の正解。そして、そうではなく、東大のこの問題を作った先生の思惑通りですね。クロム参議が沈殿し始める点を投了点としてしまって、以下の投了点ですね。はい、ここ、以下の投了点という言葉がすべて偽物、東大投了点として問題を解いた場合と、正解が2つ出てきてしまうということになるわけですね。はい。さて、2つの正解が生じるということは、どうでしょうか。例えば理由を答えなさいとかですね、あるいはあなたの考えを述べなさいとか、文章でね、答えさせる問題で複数の正解があっても、それはいいでしょう。ところがこれ数値計算ですよ。1たす1は2なんですよね。二次方程式の解が2つあるなんて、へりくつを言う人もいるかもしれませんが、数値計算の答えが2つあってはいけませんよね。これはもうありえないことです。特に大学入試問題でそんなことがあったら大変なことですよ。ですから、何も気づかずにですね、答えを導いた人もいるかもしれません。ところがですね、東京大学というのは、普通の受験生であれば、おそらく普通の東大を受ける受験生であれば、短いその試験時間の中でね、疑問を持っている余裕なんかありませんので、気づいたのかもしれませんが、普通に問題を解いたという人が多かったかもしれません。しかし中には、実際にモール法の実験をやったりしてですね、あるいは非常に東京大学の受験生、非常に頭のいい人いますよね。私なんかもう全然足元にも及ばないような天才的な人がいます。もうそういう人はですね、これは正解が2つ生じるぞ、おかしいぞっていうことで、もしかしたら答えを2つ書く人もいるかもしれないし、あるいはですね、これ正解が2つあると、これ2倍も時間かかる。もうこれは大変だって言って、もう後回しにしようなって言ってね、した人もいるわけですね。ですから、この問題が出題ミスだって気がついた受験生ですね、これは非常に頭のいい優秀なね、東京大学の受験生の中でも、さらに極めてね、飛び抜けた、そういう受験生がかえって不利益を被る。そんなことになっちゃいますよね。これは許されるべきではありません。ですから私は、3回目のメールをしました。文部科学省経由で。
ちょっと突っ込んでというか、かなり踏み込んでですね、まず正解と採点基準、これを説明するというか、公表してほしいですね。正解は何ですか？で、採点基準どういうふうにやったんですか？これを公開しなければね、ちょっとこれは卑怯ですよね。逃げてるだけです。出題ミスを認めてほしいですね。正解が2つあるなんてことはありえませんし、もともと、はい、クロム参議院が沈殿し始める点と投了点ね、これ併記したところでもうこの問題は破綻しているわけです。はい。ということで、受験者全員にこの問題について得点を与えるべきでしょう。かなり大きな得点を与えることになると思います。合格基準が変わってきます。それによって合格した受験生、合格基準に達した受験生、これは追加合格を認めるべきでしょう。これは大きな問題ですね。以上が東京大学の2回目の返答ですね。私の2回目のメールに対する返答の説明です。そこで、3回目のメールを出しましたが、私一人で騒いでいてもですね、世の中変わりません。このような重大な問題ですよね。受験生の皆さんにとっては受かるかどうかという、もう大変なことになります。これやはり皆さんね、もし賛同されるようでしたら、文部科学省のこちら、ホームページになります。はい。そちらの大学入試問題のミスに関する窓口についてと、これで検索すればたどり着くかと思いますが、そこにメールをしていただければと思います。メールのアドレスはこちらになりますね。で、そのメールの方法なんですが、文部科学省の指定している通りに、大学名からこのような、形で具体的に、書いて送るということをしてほしいと思います。たくさんの方がですね、文部科学省に、同じ問題のミスに対してメールを送れば、文部科学省も動いてくれるかもしれませんね。私の、メールと同じではなくね、コピペではなくてですね、ぜひ皆さん方の切り口でね、このミスであると考える根拠等ですね、こちらをどんどん文部科学省に送ってほしいなと思います。ぜひよろしくお願いします。このような非常に悪問ですね。大学入試問題から悪問をやはり、追放してほしい、ね。そういうふうに願っております。ぜひよろしくお願いします。